のちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。たくさんの貝類たち。ということで、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。牡蠣、サザエ、ムール貝。っていうことでね、僕この前、パリに旅行に行ってきたんですよ。で、そこでオイスターバーに行ってきたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて、生牡蠣を僕一人で40ピースぐらい食べたんですよ。で、何がそんなに美味しかったかというと、向こうのソースなんですよ。で、調べたら、ミニョネットソースっていうソースがついてきて、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。僕今まで生牡蠣っていうのは、レモンとか、タバスコ、あとポン酢、ここら辺が最強だと思ってたんですけど、そこにガン食い込んできましたね。なので今日はそのミニョネットソース、すごく作り方簡単ですので、ミニョネットソースを作って、この生牡蠣を食べていこうかなと思います。で、ムール貝とサザエもありますんで、これは蒸し器で蒸そうかな。お、これは、ハマグリだな。なんか部屋にハマグリも2つ転がってましたんで、これもストーブの上で焼いて食べましょう。もちろん綺麗に洗って。で、変な魚おじさんのお店で買ってきたこのミル貝、これ殻はついてないんですけど、むきミル貝ですね。これも食べましょう。なので今日は貝尽くしの動画となってきますんだわす。はい、ではまずは生牡蠣の処理の前にミニョネットソース作っていきます。作り方びっくりするぐらい簡単です。用意するものはたった2つ。ビネガー、赤ワインビネガーでも白ワインビネガーでも何ビネガーでもいいんですけど、ワインビネガー、ネットの記事でラズベリービネガーっていうのが美味しいっていうんで、ラズベリービネガー用意しました。ラズベリーのお酢かな、ビネガーと、こちら。皆さんわかりますか？この玉ねぎの細長いやつ。これがエシャロットっていう名前の野菜でして、なんていうんだろう、玉ねぎのような、ニンニクのような、すごく美味しいんですよ。ヨーロッパではこのエシャロット、すごくたくさん売られてて、あっちの方の人は大好きな野菜ですね。これをみじん切りにしてビネガーを入れるだけ。もっといろんな作り方はあると思うんですけど、ネットで調べたらそう書いてありました。エシャロットのみじん切りを入れて、ビネガーを入れますと。これでミニョネットソース完成。もうちょっとエシャロット入れた方がいいかな。エシャロットはたくさん入ってた方が美味しいんでね。はい、これで完成。簡単でしょ。そしたら牡蠣の殻を剥いていきますね。もうこの牡蠣は綺麗に洗ってあります。生食用の、今回は真牡蠣ですね。牡蠣も美味しい時期になってまいりました。ここから入れて、貝柱を断ち切ります。ここからナイフを入れると、殻が入りにくいんですって。プロの牡蠣剥きの人に教えてもらいました。真牡蠣は岩牡蠣に比べてとっても剥きやすいですね。で、ここに貝柱がありますんで、これを外すと。はい、外れました。ほんで、くるっと反転させた方がぷっくりして見栄えがいいです。これで完成ですね。こういう感じでどんどん剥いていきます。もう一個いきますよ。ここから入れて貝柱切ります。はい、貝柱切れました。だいたいここら辺に貝柱がありますね。切れたら開ける、貝柱を外す、裏を向けると、こういう形。まだちょっと牡蠣の時期が早めなのかわからないですが、そんなパンパンに超えてるっていう感じの牡蠣ではないですね。でも、生牡蠣で食べる場合って、めちゃくちゃパンパンの北海道とか厚岸のクリーミーな牡蠣より、こういう痩せてる、さっぱりした牡蠣の方が海外では受けるらしいですね。このぐらいちょっと痩せてる塩分強めの生牡蠣が好きらしいですね。実際オイスターバーで出てきたのもこのぐらいでした。これよく超えてますね。こういう感じでどんどん剥いていきます。はい、では剥けました。でね、2つ腐ってました。これ Amazon で今日買ったんですけど、やっぱ外れる時が多いね。わかりますかね？開けた途端に黄色い汁出てるのわかりますか？これすごいきつい匂いがしてます。食べたら一発で当たります。冒頭最初見せた時に、買ったばっかだしみんな閉じてるし大丈夫かなって思われがちなんですけど、買ったばっかの牡蠣でもああいう風に腐ったのいます。業者側がこうね、古いやつと新しいやつ混ぜて出荷してる可能性もあるし、シンプルに牡蠣が死んじゃってる場合もあります。生き物なのでそれは仕方ないですね。もし僕がこれバーベキューとかに使う用の牡蠣で殻ごと焼いてあの牡蠣食べたら当たってましたね。でも僕は口の中に入れた瞬間わかるんで、すぐ腐ってるって吐き出すんですけど、結構牡蠣ってそういうことがあるんですよ。焼き牡蠣でもすごい匂いがする牡蠣とかあります。それはああいう腐ってる、黄色い汁が出ちゃって腐ってるぐらいの牡蠣をこう知らずに焼いちゃって食べてるんですよ。で、それで牡蠣に当たっちゃって、もう牡蠣は当たったことあるから怖い、食べれない、美味しいけど食べたくないっていう方が増えちゃうんですよね。なので皆さんも牡蠣食べた時に少しでも違和感があったらもうそれ出してください。お店で食べる生牡蠣とかでもたまーにやっぱあります。こういうね、鮮度がすごく悪くて
腐ってるような牡蠣、お店で食べるから安心って思うんですけど、厨房の人がどんな人かわからないじゃないですか。なんとなく時給がいいから入ったアルバイトの方が剥いて提供してるかもしれないし、お店で食べる牡蠣だから 100% 安全とは思わないでください。ごめんなさいね、調理中に長々と。これだけは本当伝えたくて、どうしても。何が言いたいかというと、牡蠣を口の中に入れて臭いと思ったら出しましょう。もう出してください。汚いかもしれないけど、ちょっとやばい。出してください。これ大事です。ちなみに僕、牡蠣は当たったことないです。皆さんも良いオイスターライフを。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。終わらんよね。まだ調理終わってないんで。それじゃあ、剥けましたので、続きやっていきます。そしたら次はこちら、ムール貝とサザエ。蒸していきましょう。サザエね、これ1個大きいんで、これをお刺身でいこうかな。蒸し器に日本酒をちょっと入れて、ムール貝入れていきます。サザエも入れていきます。蓋をして、火にかけて、ムール貝の口が開くまで、しっかりと蒸していきます。はい、じゃあサザエの剥き方、もう何回もやってますね。蓋の付け根、ここにナイフを入れて、よし、入りました。頭の部分が取れました。そしたら指を突っ込んで、中の膜みたいなところを指で剥がします。外れました。もう外れた感覚、わかると思います、指入れたら。で、ぐるっと出します。そしたらサザエ、蓋を外します。で、肝。これも肝もね、今日は生で食べますね。この渦巻きの下。ここは生で食べても甘くて非常に美味しいです。ここの付け根のところも、ここも美味しいので食べます。で、この付け根のところのヒレヒレ、ここはね、すごく苦味がありますんで、ここは刺身にする場合は取った方がいいですね。はい、刺身で食べれるところはこんだけですね。そしたら、蓋をここにセットして、身を盛り付けていきます。頭の部分は軽く塩で洗いました。ザクザクと。結構サザエって歯ごたえが強いので、お好みの薄さで切ってください。僕は割と薄めに切っちゃいますね。このぐらい。んで、戻すと。で、これで即席サザエのお刺身の完成。そしたら、変おじのところで買ってきたこの白身貝のむき身。これも切っていきます。で、むき身で販売されてるものって、割と汚れてるんですよ。なので、一度食塩水で軽く洗っていきます。ほら、結構汚れてるでしょ。こうやってね。この一手間がね、かなり大事ですね。ほら、こんだけ汚れが出ます。よく洗ったコレクションの本ミル貝の殻に、ざく切りで盛り付けていきます。こういうふうに削いで切って、ザクザクっと盛り付けていきます。これ白ミル貝、なんでむき身で売られてるかというと、白ミル貝はすごく殻が柔らかい貝なんですよ。だから取ってる最中に殻が割れちゃうものがあるんですね。それね、割れ物って言うんですけど、そのままで売れないんですよ。商品価値がなくてね。なので、こうやって剥いて売るんですよ。なんでお値段も非常に安いです。これ全部で500円でした。7匹分入ってるかな。ちっちゃいですけどね。7匹入ってて500円だったらお値打ちですよね。白ミル貝ほんと僕大好きなんで、これはありがてえ。しかもこれ死んでないですからね、これ。むき身にしても白ミル貝って2日3日生きてますんで、これまだ生きてますから。実質取れたてです。そんなこんな言ってるうちに、白ミル貝の即席盛り完成。で、転がってたハマグリ。これね、蝶つ貝のこの黒いところをこう切ります。ここですね。ここを切っちゃいます。で、これ切ることによって、勢いよく蓋がパーンって開かないんですよ。なので汁がこぼれない。そしたらアルミホイルに包んで、こういう感じにします。そしたらストーブの上に乗せます。こう持つところがあると、こうやってひっくり返しやすいので、便利ですよ。で、これで15分ほど焼いたら完成。そうこう言ってるうちに蒸し物もできたでしょう。オープン。すっげえそのいい匂いがします。ムール貝も開いて美味しそうですね。これで蒸し物の完成。そしたらお皿の下に敷く氷を割っていきます。こういう角々しい氷を作るんですよ。で、それをコップにたくさん入れて、ゆっくりサイダーを注ぎ込む。サイダーはこの飲み方が一番うまい。なんで切り出した氷ってこんなに美味しいんだろう。お皿に氷を敷き詰めて、でそこに牡蠣を盛り付けていきます。で、中央にサザエ、そしてミル貝でレモンを切って
でレモンも散りばめていきます。で色合いにおかひじきをちょろりとのせたら、牡蠣とミル貝とサザエの盛り合わせの完成。完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。とんでもない豪華な夜食になりそうですよ。ちょっとこれは置いといて、これも置いといて、ハマグリ食べていきましょう。よいしょ。写真撮っちゃう。そしたらハマグリをこのお皿に入れます。黒いお皿に入れると、ハマグリの出汁がいかに濃厚かわかりますよね。で、この焼き方すると、ハマグリの出汁、これをね、一滴も逃さずに食べることができるんですよ。ではこちら、いただきます。うわうめえ。ほんとハマグリってめちゃくちゃ美味しい貝ですよね。次はこちらムール貝食べましょうか。このムール貝食べるときはね、こういう風に毛みたいなのがついてるんですよ。これをこういう風にピッと毛みたいなやつを取ります。この毛はね、口の中に残ってまずいので必ず取ってください。でこの状態だったら食べれます。それじゃいただきます。美味しい。このムール貝美味しいな。でムール貝って牡蠣の養殖場の邪魔者なんですよ。牡蠣を養殖してるロープのところにいっぱいブワーってついちゃって育っちゃって牡蠣が育たないんですね。でもすごく味がいいことから逆にこのムール貝養殖を始める業者さん増えたらしいですね。確かにムール貝はね、これ美味しいんですよ。もっと評価されてもいい貝だと思います。うまい。次はサザエ。つぼ焼きもいいけど、こうやって素材の味を楽しむ酒蒸しも美味しいんですよ。いただきます。うまい。皆さんちょっとすいません。ギーノのやつ。どうしても我慢できませんでした、最後までは。ちょっとここで行かしてください。今飲みたいんです。よし。はい、こちら。8対2ですね。いただきます。刺身行こう。刺身。こちら。ミニョネットソース。牡蠣に、このミニョネットソースをかけて、こんな感じですね。そしたらね、エシャロットをこう、牡蠣で巻き込むイメージで、いただきます。うわー、うめえ。最高や、これ。フランスで食べた味だ。このソースのいいところはですね、牡蠣の生臭い感じ。あれを全部消しちゃうの。だから、食べやすいんですよ。何個も何個も食べれちゃう。そんな悪魔のソースなんですよ。このソースは、本当に牡蠣好きの人、食べたことない人、やってみてください。逆に僕、牡蠣好きでこれ知らなかったの、お恥ずかしいぐらいです。お恥ずかしいことを今回動画にしてます。じゃあ、お刺身を食べます。今回も醤油は使いません。そのまま、素材の味を楽しむ、そういう回でございます。いただきます。柔らか。なんだこのサザエ。うまい。変おじが剥いたミル貝。美味しい。この風味がいいよね。ということで、たくさんあるな。一人晩酌、始めていきます。それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はミニョネットソースっていう牡蠣のソースを作って、大好きな貝類たくさん食べました。いやー、幸せだな。もうお腹いっぱいっす。やっぱりあのソース使うともうペロッと食べれちゃいますね。あの一皿秒でした。ポン酢と同じぐらい好きかな。本当にね、美味しいんで、皆さん一回作ってみてください。で、エシャロットが多分なかなか売ってないと思うんですよ。で、エシャロット売ってなかったら、玉ねぎとかでも代用できると思います。玉ねぎとビネガー。ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、今日はご視聴ありがとう。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。